こんにちは。こんにちは。今日はたっちゃんに正しいフットワークの使い方、はい。これめちゃくちゃ面白いんで、やった後に素直な感想を話してもらえればと思います。ドーム型のバランスディスク、これは何でもいいです。クッションでもいいし、右膝をつくのでちょっと痛くないように、この道具がどうこうではなく、今からやってもらいたい練習があるんで、たっちゃんにチャレンジしてもらいます。はい。まず右足をこの端につけます。右足を端っこに。はい。左足を目いっぱい開きます。目いっぱい開きます。はい、もうちょい行きましょう。はい。はい。で、じゃあちょっとクラブなしでいきましょうか。なしで、はい。そもそも何目的なのか。はい。こうボール持ってるとしますね、何か。引いて、向こうに投げます。はい。この時に右膝を下ろします。はい。でこの姿勢をちょっと説明します。はい。左膝ピンと伸ばします。膝。今左手が伸びました。右足も完全に上げます。先生。はい、もう一回いきます。はい、くるっと左向いて、このまま左膝伸ばす。伸ばす。で、右膝下ろします、完全に。下ろす。でね、はい。これ正面から見て、はい、膝から体まで一直線にしたい。だからもうちょっとこう左足もちょっと近くていいよ。はい、左膝伸ばす。伸ばす。で、これが膝から体までができれば一直線ね。正面から見て。おー、はい。いいですか？はい、その位置目指します。はい、起きて。一直線。はい。投げます。ふう。左足伸びません。はい。そうです。そう。素晴らしいです。おお。これ左足が遠い理由は、はい、左膝を伸ばしたいんです。そこに意味があります。左膝が伸びることと、右膝が完全に90度目標に向くこと。膝が完全に入ること。そう。右膝が90度。右の足の裏もくるっと上がるってことだよね。さっとバランス。はい、そうです。さあ、これはちょっとクラブを振っていきます。1、2。そうです。OK、OK、OK、OK。難しい。スピード出すよ。はい。振っていきます。足はスルッと回す。そう。おお。慣れてくるとできるでしょ。不思議と。はい。なんか、うまくいった時は、結構バランスも取れて、いい感じに振れます。そう。さあ、素晴らしい。じゃあちょっと一球打ちましょうか。このままですか？そうです。見てる方は何やってんのと思うかもしれませんが、これ練習場でやるの恥ずかしいですね。この効果すごいです。恥ずかしい。はい。これバタバタしてたら。はい、じゃあちょっと打ってみましょう。おお。早く触れてる感じします。これ一つで目から鱗に分かります。おお。多くの人が腰をこうくるっと左に回して球を打つ。で、この回すっていうのがうまくできてません。インパクト前ぐらいから左も回せない、右足も上がらない。で、行き先がなくなってずれたりバタバタって、これやると何がわかるかっていうと、一つは左の股関節が壁になって体が回る。壁っていうのは、例えばピッチャーが投げるときにこう来て股関節が壁になって投げてる。はい、ここがストッパーです。でストッパーって言っても回りながらストッパーじゃなきゃいけない。これややこしい。で、この時に右足が動かない人めちゃくちゃ多いです。ベタ足がいいみたいな。すごい足長くて股関節めっちゃ柔らかくて、当たった後ぐらいまで右のかかとがついてても、はい、くるっと回れるならいいですが、はい、ほぼありえないです。これは切り返して左側に軸が移ったら右足は邪魔です。早くかかと曲がって、そして膝も内側に向く。こうすることで体がくるっと回る感じがわかるんですが、口で説明してもとってもわかりにくいです。この練習すると体の回転が止まらなくなるんで、めちゃくちゃハンドファーストになってきます。びっくりするぐらい。もう一つメリットがあって、はい、低いよね、頭の位置が、はい、膝を落とすから。
頭の位置が下がるとクラブリリースできなくなります。このまま多くの人がですよ、頭の位置が高くくる。これ届かそうと思えば届かないとヘッドが地面に届かない。はい、地面にね。はい、だけど、さっきの練習でここまで落ちたら、これクラブほどいたらダフるでしょ。ほどかないで打つ感覚が。プロ見てもらって、アトレスよりインパクトで頭が一つ分ぐらい下がってます。左回転しながら下がるっていうのがめちゃくちゃ難しいんです。やってみればわかる面白い練習です。ということで、ドライバーちょっとやってみましょう。はい。なぜこれがこんな効果的かっていうのを全部説明しません。やってください。はい、それ持ってきます。スッと回る。そう。はい、左膝頑張れ。はい、そうです。クラブを振ることよりも、はい、足をそっちに向けることが優先。はい、引いたら、ふって回る。はい、そうです。これこのバランスディスクの案件じゃないですからね。アマゾンで3、4千円で売ってるけど、知らないです。そう。上手。上手。結構しんどいですね、これ。これね、もう立ってたり座ったりするだけで。結構息上がるんですけど、寒さも吹っ飛ぶよね。確かに。オッケー、ほら、うまくなってきた。で、何球か打ったら打ちます。さっきの感じで。そうです。フットワークっていうのはバランスよくでも大きく使う。口で言うのは簡単だけど、思い切って膝とか腰を動かすとバランスが取れなくなる、はい、使い方が難しいってこと、はい、それもうオールインワンでもう化粧水と乳液混ざってるみたいなオールインワンですね。オールインワン練習です。OK。でもこれ左の股関節が壁になって、ヘッドが走ります。走るよね。はい、すごいです、めっちゃ。で、当てに行くとバランス崩します。その決まった足の位置に持ってく。スパンって。そう。もうそこに行っちゃう。はい。足だけ考えたらいいですね。足だけ。もう絶対後ろ打席に飛んできそうだ。これ前後いない方がいいですね、お客さん。そうだね。結構危ないです。危ない。そうなんよ。バランス取ろうと思ってても、言うこと聞いてくれないです。インドアで一人でやってくる。そうですね。結構息上がる、普通に。疲れてからが練習です。はい。この時も足だけ意識したらいいんですか？フィニッシュの位置を決めて、はい、めちゃくちゃいいです。今のめっちゃ良かったです。めっちゃ良かったです。怖いぐらい良かったです。さっちゃんはすっとまたやれてますけど、初めてやった時に足の使い方とか軸がブレてる原因、いろんなことがね分かってくると思います。これ注意していただきたいのが、最初バランスめっちゃ崩すと思います。で、崩した時に特に後ろこれで崩れてあーってなってこけるの嫌だって2打席ぐらい走っていくことになるかもしれないです。できたらインドアとか前後何もないことを確認してちょっとやってみてください。最初はね、このドライバーバンと振らなくてもいいんで、例えば1キロぐらいのボールとか持ってこれをふっとこういうトレーニングする感覚からとっても効果があります。でもベタ足がいいんやと思ってました、私も。ベタ足がいいと思うとだ？はい。私めっちゃこう足上がるからインパクトの時に、ダメだと思ってました。これね、ベタ足とか脇が締まんなきゃいけないとか、こういうのって多分日本の柔道とか相撲とかから来てるんだね。低い重心でこう、足をね滑らして重心が高いことはダメだ思っちゃうんだけど、これ世界共通ではないです。白黒みたいな話じゃないんですが、大切なことはリズムよく軸を保って滑らかに回ること。つま先と膝の向きっていうのは同じ向きに向くようになってます。
曲がるとね、ちょっとだけ変えれるんですけど、伸びてると向き変わりません。フィニッシュで腰をしっかり目標まで回そうと思ったら、ベタ足では無理です。右足が上がってこない、もしくは膝が回ってこないから、左が来ないんです。ゴルフのスイングで大切なのはインパクトゾーンです。インパクトゾーンでグリップの位置とか体が滑らかに動き続ける。これが大切なのに、この辺りから右足がベタ足、そして回転しないせいでグリップの位置が止まってフリップして右左。めちゃくちゃ怒ってます。かかとが早く上がる選手がダメな選手で、ついてる選手がショットがいいなんてエビデンスは多分全くありません。バランスよ。いいですね。はい。もう一回やりたいこれ。足がなんか踏めるようになった。おーめっちゃいいめっちゃいい